and try again. はい、高田ホビーです。いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はですね、大規模なバズとハイテクバズの改造をしていこうと思っているので、今回買った部品を紹介していこうかなと思います。こちらは LCD ディスプレイといって、こちらをハイテクバズの胸部に入れて、ディスプレイを表示させようと思っております。こちらは Arduino という、マイコンですね。こちらは音声モジュールといって、録音してですね、録音したものを再生することができるものになります。ただし、録音できるものは1種類に限るので、1つの音声しか再生することはできません。これはですね、リチウムイオンバッテリー用の、電池ボックスになります。で、これがリチウムイオン電池ですね。こちらはベルトバズの際に使用した、磁石を近づけると光る LED ライトの赤と緑になっています。これを翼の端っこにですね仕込もうかなと思っています。こちらはですね、今回は使用しないんですけど、タッチパネル式のディスプレイになっています。で、これがスケルくんといって固まると透明になる粘土みたいですね。こちらの2つを使用して、このように両端に LED を仕込んで、さらにですね、透明な部分を作っていこうという感じになっています。今回音声モジュールはこのボイスが出るようにしました。今回はまずノーマルのバズを改造するので、そちらを分解していきます。今回の動画なんですけど、結構試行錯誤してて、後々いろいろ仕様が変わったりしているので、必要な部位だけ今回コメントを入れていこうかなと思っております。今押しているボタンとこの基板の間にですね、音声モジュールのボタンを入れて音声が再生されるように改造していこうと思っております。まずは基板についているプッシュボタンとかはいらないので外していこうと思います。もしかしたらここもうまく使う方法があるのかもしれませんが、今回は簡単にやっていこうかなと思います。こういう感じですね。この上に接着剤でくっつけようかなと思っていますね。で、このバッテリーボックスは今回使用しないので、切ってしまいます。まず最初の段階では、おもちゃについている電池ボックスを使用する考えでした。最初の段階ではこの LED の基板とかもですね活かそうと思っていたので、ここに絶縁テープを貼って余計なスイッチが入らないようにした上で、そこに接着剤でボタンを止めていきます。音声モジュールのボタンを止めていきます。ここをですね、こんな感じに取り付けてネジ止めすることでカチッとうまくボタンが作動するようになっています。ここはですね、最終的にも、うまくいっているので、よければ真似してください。こちらの赤い線は録音ボタンなんですけど、配線が邪魔ですね、後々切っております。バッテリーボックスの方にですね、この音声モジュールの配線をつなごうとしています。最初の段階では、今思い出したんですけど、ここに線が通るようにしてですね、録音ボタンを外に出しておくことによって、いろいろ声を変えれるようにしようかなと思っていたんですけど、最終的には配線が邪魔で、切ることにしました。一応こんなやり方もあるよという感じで見てくれれば嬉しいです。こ
この時はですね、いろんなとこに接着して、試していたんですけど、結果として組み立てる時にうまくいかんくて、やり直したり、試行錯誤結構しています。今、ハンダ付けしてるんですが、この時点では間違っています。このプラスの線を一番下につながないといけないんですけど、この時点では一番上につないでしまってうまく起動しておりません。この時ちょっとマイナスの線が短くて、ハンダ付けしにくかったんですけど、そういったところも試行錯誤結構していますね。ですね、この今切ったところに、音声モジュールのプラスをつないで、この部分にですね、マイナスをつなぐという感じです。こんな感じですね。こんな感じで起動しています。この時点では、1回ボタンを押すとずっと連続で再生される仕様になっていたので、そちらも後で直しております。結局音質の問題から、バズにもともとついてたスピーカーを使用することにしました。あの後ですね、このオンオフのスイッチの切り替えのとこにですね、配線をつなぎ直して、ボタンオンオフできるようにしたんですが、後々他の改造もした結果ですね、このオンオフスイッチは使わなくなっております。ここまでやった改造で、このぐらいの収まり具合になっています。こちらは今 LED は光るんですけど、音は鳴らないので、こちらの音も後で鳴るようにしております。音声モジュールの基板の PE という部分にもともとボタンの配線がつながっていたのですが、そちらを PL というところに変更することによって、連続再生されなくなるということで今変更しております。ここからはレーザーのですね LED の出力を上げたいので、翼に使う赤い LED に交換しようと思ったのですが、思ったより光量は明るくなりませんでした。ばらし方の手順みたいな感じで見ていただけるとありがたいです。ここの赤と黒の線をですね、ハンダ取って、新しいものに交換していこうと思います。ただ LED はプラスマイナス間違えるとつかないので、そこは気をつけてください。
こちらの、ボタン電池で動くタイプの音声モジュールも購入してみたので、こちらを使ってですね、レーザーの音が鳴るようにしていこうかなと思います。レーザーの音というのは、劇中の音を、録音して出るようにしようということです。最初の案ではスイッチとつながっている線の間に、線をかますことで、うまくつながらないかなと思って今実験しています。というのも本体側についていた基板で LED が光っていたので、そちらと連動して動かすようにできないかなという考えでやっていたのですが、最終的にはですね、もともとついていた基板は使っておりません。先ほどのボタン電池で動く音声モジュールの、ボタン電池を使用せずに本体側のバッテリーボックスから、電源を取ろうとして今改造しているところです。最終的にはボタン電池のものはですね、ボタン電池で使うようになりました。このボタン電池の受けになっている方の金属部分にですね、線をつなぐことで電気を供給することができます。ただしそう使う場合はボタン電池を入れないでください。ここからは LED をばらしていっています。この細い配線なんですけど、本体の方にプラスマイナスが書いているので、そちらを合わせて接続しています。収納した様子がこちらになります。こ
こちらはボタン電池式の、音声モジュールの基板にですね、スピーカーの配線をしています。もともとスピーカーはついているんですが、本体のスピーカーを使おうということで配線をし直しております。この基板部分だけだとうまく収納できるんですが、その個数分スピーカーがついていると、収納できなくなってしまうということで、本体のスピーカーに全部配線をつないで、簡略化しております。ここは失敗のシーンで、LED も光ってなければ、レーザー音も出ていないので、また試行錯誤の、時間が始まりました。ここら辺からですね、バッテリーボックスのところをちょっとハンダ付けしすぎてしまって、結果本体のバッテリーボックスがうまく機能しなくなってしまったので、結果としてですね、ボタン電池の音声モジュールから電源を取るようにこの後なります。で、この後ですね、その過程が映されると思います。ここはですね、配線を見直すために別々の電源を取ったらうまくいくのか、そういった実験をしています。レーザーの音はこんな感じになっています。このボタン電池式の音声モジュール、実は LED が光る部分があって、そこに配線することによってこのレーザーのボタンを押した時に、LED が光るようにしました。ボタン電池式の音声モジュールから電源を取ることによってコンパクトに配線がすっきりしたので、こちらでやっていこうと思います。収納の時点でですね、ちょっと配線が壊れちゃったり基板が壊れてしまったりしたので、新しいものを買い直したんですが、最終的な完成形はですね、またこの後違う動画で出すと思います。次はですね、翼を改造していく動画を開けていこうかなと思っていますので、今回ですね、紹介した部分まで参考になる部分があれば真似してみてください。あとお子様や、こういう作業が得意ではない方には全くお勧めしないので、そこら辺は自己責任でお願いいたします。これからもいろんな動画を上げていきますので、そちらもよろしくお願いいたします。